日本史姫の前とその後。姫の前は実家の比企氏が北条氏に滅ぼされたため、相思相愛の夫北条義時と別れる決意をした。姫の前とその後を詳しく見ていこう。姫の前は1170年頃比企知宗の娘として生まれた。比企の尼は源頼朝の5人いた乳母の一人で、流浪時代の頼朝を支え続けた。比企の尼には男子がいなかったために、甥の比企能員が後を継いだが、知宗は義和の兄弟である。姫の前はやがて鎌倉幕府に仕えるようになるが、権威無双の女房、妖艶甚だ美麗と称されたという。つまり彼女は肩を並べるものがないほど優秀な女官で、しかも絶世の美女だと言われた才色兼備の女性だったのである。一方の北条義時は戦災阿波の局に先立たれ、10歳になった長男金剛後の泰時を養育していた。女性に対してはどちらかといえば奥手で消極的な義時だったが、姫の前には一目惚れして手紙を何通も送ったが、何の返答も得られなかった。弱り果てた義時は源頼朝に助けを求めた。頼朝は義時に絶対に離婚しませんという起請文を書かせた上で仲を取り持った。頼朝にすれば北条氏と比企氏が手をつないで将軍家を支えてほしいとの思いがあったのであろう。1192年建久3年に姫の前と義時は晴れて結婚する。この結婚は夫が妻に絶対に離婚しないと誓った日本初の契約結婚だとも言われている。姫の前と義時は3人の子供を設けている。名越友時と名乗った男の子に続き、極楽寺重時という息子、そして武殿と呼ばれた娘である。姫の前と義時は人も羨む評判の仲睦まじい夫婦として数年間は幸せに暮らした。ところが1199年建久10年、源頼朝が急死して第二代将軍に頼家が就任すると、比企氏と北条氏の権力争いが表面化する。鎌倉殿の13人と言われる合議制が取り入れられるが、まずメンバーの梶原景時が失墜し、三浦義澄に続いて足立長盛が死去したため、合議制は実質的に機能しなくなった。比企能員の娘若狭の局が将軍頼家の子一幡を出産すると、焦った北条時政は陰謀を巡らせて義和を暗殺すると、義時や政子と協力して比企一族を攻め滅ぼしている。姫の前の父親比企知宗は記録では行方不明となっているが、さすがに義時は義父を手にかけることはできず、どこかへ逃したものと思われる。義時が絶対に離婚しないという起請文を書いていることから、姫の前は自分から別れを切り出したと言われている。姫の前は1203年建仁3年、3人の子供を鎌倉に残して義時と離婚して京都へ旅立っている。やがて30代の姫の前はまだ20代前半の若い公家源友親と再婚して
助道と助時という二人の男の子を設けている。北条時政と牧の方は将軍となった実朝を排して女性の平賀朝雅を将軍にしようと画策する。このため北条義時は時政と牧の方を追放して幕府の権力を一手に握った。源友親は結婚当初は小六位下の下級貴族であったが、姫の前と結婚してからはみるみる昇進して従四位下左近への少将にまでなっている。執権となった義時が姫の前のために朝廷に働きかけたことを忍ばせるエピソードである。源友親は鎌倉時代に作られた新36河川の一人にも選ばれ、今日に名を残している。義時と姫の前は権力闘争から仕方なしに離婚したが、互いに憎しみあっての別れではなかったようである。しかし姫の前は再婚してわずか3年後の1207年承元元年30代の若さで逝去している。だが姫の前が源友親との間に残した子供たちは北条氏によって守られている。それが証拠に嫡男助道は7歳で15位下に叙されている。義時亡き後、北条友時と重時は幕府の有力者として異父兄弟の助道と助時を盛り立てている。さらに姫の前が義時との間に産んだ武殿は大江広元の嫡男親広に嫁いでいる。しかし親広は承久の乱で後鳥羽上皇側についたために敗戦して行方不明となる。だが親広は北条氏によって見逃され東北で生き延びている。そして武殿は内大臣にまで昇進する土帝貞道と再婚しているのである。源助道は最終的には従三位まで昇進、弟の助時も15位下まで昇進している。後に弟の源助時が生活に困窮した時も、北条友時は助時を自分の有志にして生活を援助している。姫の前と北条義時の仲の良さは時代を超えてその子供たちにまで続いたのである。